はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の説明とタロットリーディングでさせていただきます。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード8、吊るし人逆、ペンタクルスエース、女帝逆、鳳凰、ペンタクルス3、ソード7逆、はい、気をつけることや対策が、カップナイトの逆とペンタクルス8の逆と、オラクルはカップ9の逆です。はい、ちょっと星の話を先にさせていただきますが、11月後半の中でメインとなるのは、おそらく11月16日の満月だと思います。この満月は大牛座で起こる満月なんですけども、非常に物質的なエネルギーをどしっとするみたいな感じもあり、何かこう豊かさとか蓄えていくみたいな、そんなエネルギーとしてすごく使えると思うんですね。でただ双子座さんにとってはこの満月の時っていうのは直接的に何か影響するというよりは、見えないところで起こる恩恵みたいな感じがすごくするんです。でちょっと私が混ぜてってる時にすごく感じていたのが、やはりこう情報とかね、こう自分が普段やってる仕事とか考えることってもう山ほどあるわけで、そういった思考がぐる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 する中で、どうしたらいいんだって言って、結局自分が身動きが取りにくい状態から深く深呼吸して、もっと深い英知につながるっていうふうに自分で決めてもらったら、一瞬にして落ち着けるんだっていう感じがしたんです。なのでこの満月のあたりにもし気持ちがバーってピークになってどうしようってなったとしても、いつでも自分はこの方法で自分に変えれるみたいな、そういった術を身につけられるんじゃないかなと思ったんですね。何かを経験することによって、こうすればいいんだって分かるって、自分で自分を保つ方法がよく分かり、そしていつでも落ち着けるというかね、何かその感覚っていうものを自分が得られるような気がしたんですよ、双子座さんが。なのでとても一見何にも変わってないかのように見えるんですけども、実は自分の中ですごく大きな気づきを得られる時なので、体感としてね、満月あたりいいんじゃないかなと思いました。もしその仕事ぶりとか、例えば仕事がいっぱいあって仕事が終わらないとか、やることいっぱいあるってなってても、ふっとした瞬間にちょっと待ってって、それは自分がこうしなきゃって思ってるだけで、私自身は何も失っていないし何も変わっていないし、堂々としていられるみたいな、急にそのゾーンに入れるみたいなね、そういうことが経験できそうだなと思ったんです。そして、11月の22日以降っていうのはパートナーシップが良くなるので、特に1対1の関係性において豊かさがいっぱい入ってきますっていうのがあります。話しやすくなったり、人と関わりやすくなったり、契約の見直しとか再構築とか、そういうのもすごくしやすくなります。でそれまでっていうのが、22日までっていうのが、なんだかやることいっぱいあるなみたいなね、いっぱいあるのに動けない、身動き取れないみたいな感じかもしれませんが、できないって思ってたとしても、できない状況でもこれがベスト、今の自分にはこれがベストっていうふうに思っておいてくださいね。そして11月の20日以降はですね、このエネルギーっていうのは冥王星がね水亀座に入るんですけど、このエネルギーっていうのはもう今年の9月2日ぐらいまであったので、おそらく自分が真剣に取り組みたいと思っていたこと、何かの専門的な勉強だったり資格の勉強だったりとか、もしくは遠くに行きたいってその準備をするとか、そういったことを本格的に11月の後半20日以降からやっていくかなみたいな感じがあります。これは何が具体的なね、この資格勉強とかじゃなかったとしても、ご自身の人生に必要な方向性が現れてくるっていう風に出る方もいらっしゃると思います。なので今までのルーティンとか目の前の生活とは違うところに何か向かっていこうとするエネルギーがあるということです。でこれとてもいいんです。広がってるし、底上げされてる感じなのでとてもいいんですね。
なんかそれがねやっと11月の末から本格的に入るなっていうのがあります。で一つ少し先のことになりますが、11月26日から12月16日っていうのは彗星が逆行しますので、この期間ってちょっとこう情報が誤送信とかね、ミスコミュニケーションが起きやすいので、余裕と確認を持って過ごすようにしてください。特に双子座さんにとっては契約内容の見落としとかそういうのがないようにちゃんと見落とすとか、ちゃんと相手にも確認してもらうっていう風にしてみてくださいね。そんな感じかな。それを踏まえた上でのカードですが、先ほどもお伝えした通り、なんか情報がすごくこういっぱい回ってきていて、これは前回のね動画でもお伝えしたと思うんです。11月8日から火星が獅子座に入ってフットワーク軽くなりますねみたいなこと言ったと思うんですけど、この火星の動きっていうのは実は来年の6月まであるんです。約7ヶ月もあるんですね。なので一時的に動きが速くなるっていうだけじゃなく、ずっと双子座さんの思考はすごく盛り上がるんです思考が回るっていうかね、ああしてこうしてこうしてああしてって、さらにこの11月20日以降っていうのはもっと専門的なとかもっとこの方向でみたいなのが決まるので、そっちに向かって進んでいく努力をしていきたいってなるんですよね。でそうするともっと効率よくしたいとか、もっと同時進行で何かをやりたいとか、なんかもっと有益にとかって考え始めるとぐわーってこう情報が溢れてしまって、そのことによって自分が身動き取れないみたいな感じがあるんですけども、それは今だけだと思います。でその状態であったとしても、何か自分がふとした瞬間にとても大事なものに気づく、もしかしたらもう気づいたのかもしれません。もしかしたらもう体験されたのかもしれませんが、何かもう新しいもの始まってませんかって感じなんです。これは新しい目に見えるものかもしれないし、新しい収入源かもしれないし、分かりませんよ。それは目に見えるものかもしれないし、見えないものかもしれない。で私がさっき感じたのは、自分で自分を保つ方法みたいなものが体感として得られるんじゃないかなっていうふうに思ったので、もうすでに得られてますっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でそして急にねこう不安な材料とか、あれはどうすればいいんだっけみたいな思う時があるかと思いきや、急に真反対のものすごく豊かな状況の中にいる、わなんて幸せなんだとか、なんかその高低差ちょっと激しいなって感じはするんですけれども、でも豊かさの方が勝っているっていう感じがします。そしてここからね腰を据えてじっくりと学んでいくよっていうことで、何かどうでしょうね。ここで鳳凰のカードが出ているので、何か自分がこの学校に通うとか、このなんかスクール一緒ですよね。スクールとかコミュニティに入るとか、何かここに入っていれば大丈夫なんだっていうようなこう施設だったりコミュニティだったり環境に身を置いたり、もしくは実際にその環境とかではなく思想ですね。この考え方を持っていれば私は大丈夫みたいな、別に宗教に入るとかっていうことではなかったとしても、自分が常にこう思っていたいなんか理念みたいなものを自分がちゃんと持って、それに沿ってやっていくみたいな感じかもしれませんね。よくありますね。それは宗教みたいな大きなものじゃなかったとしても、よく書籍とかでもねこう一流の人がやってる行動とかなんかそういううまくいく人がやってるこの習慣とか、そういうのをなんかきちんと自分の中に据えて、その通りやっていこうとか、うまくいった人のやり方でそのままやっていこうみたいな、そういう感じがあります。なのでこれをやっていけば大丈夫なんだという安心感のもとに自分の行動を進めていける。そしてその中で一緒に学ぶ仲間ができたり、協力者が出てきたりする感じがします。そして自分がもし迷ったとしてもサポートしてくれたりとかアドバイスしてくれる人がいるっていう感じなので、なんだかとても心強いコーチがついてるみたいな感じがしますね。でオラクルがやっぱりカップの9なので、私から見るとまだ逆なんですけれども、非常に想定外の喜びを感じられそうな感じがします。逆なので絶対そうとはちょっと言い切れないんですけれども、でもなんかとても安心感があるんですよね。今のこの感覚。入り口はねどうしようとかできないとかって思ってるんですけど、それがふっとその不安や恐怖から逃れた時に、これを持っていれば大丈夫なんだみたいな、この術があれば大丈夫なんだっていうようなものがなんか見つかってる気がして、そしてすごく安定しています。安定感がある。で全然焦ってません。ゆっくりとそれを進めていくっていう感じ。ゆっくりコツコツとやっていく。ただ
対策でもねペンタクスの8が出てるので、コツコツやっていけますよというふうに出ています。特に11月22日までっていうのは日常生活のタスクこなすのにいいよっていう時なので、黙々とこなすっていうのもいいと思いますし、またはここでカープのナイトっていうのが出ているので、他者からの応援とかサポートっていうのも来てる感じがします。で来てるんだけど、なんか受け取りすぎると良くないみたいな思い込みから受け取らないみたいな感じにしてるかもしれませんね。下手に甘えすぎてはいけないとか頼りすぎてはいけないみたいな思いがあって、いいバランスをとってるっていうのもあるかもしれません。ただね、今言われてることってすごく安心安定の中にいるって感じがするので、もうちょっと信じてもいいんじゃないかなって感じはしますけどね。なんか自分はいずれそこを抜けるんだから、あんまりどっぷりはまらないでおこうみたいな感じかもしれませんね。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。仕事、ソードキング、カップクイーン、ソードエースということで、仕事に関してはキビキビした感じがありますね。キビキビって感じで、なんかもちろん双子座の皆さんが持ち合わせている優しさとか情とか、そういった共感する気持ちとかももちろんあるんですけど、どっちかというと今はそれをちょっとあえて伏せて厳しくいきましょうとか、厳しく忠告しましょうとか、自分も自分に厳しくしますみたいな、ちゃっちゃとシャクシャクと、なんかサクサクと進んでいきたいみたいな感じがあって、自分のなんか優しい気持ちとか情っていうものをむしろかき消しているみたいな、自分の弱さをかき消してやることをやって、誰からも責められないようにきっちり守るみたいな感じがあるんですけれど、いかがでしょうか。そんなにきっちりしないと誰かから責められますか？十分こなしていける感じがあるので、仕事に対してなんとなくですけど、もうちょっとだけ肩の力抜いてもいいかもなって感じがしましたよ。要するに誰かに批判されたりとか怒られることを前提に、きちんとしますとかではなく、自分がきっちりしてて気持ちいいとか、楽しい、すっきり前もってやるって余裕があるわとかだったらやったらいいと思うんですけど、なんか防衛しながら、責められないように気をつけながらやるっていうのはすごくエネルギー使うので、ぜひちょっと緩めて自分のためにきっちりやろう、自分のために早めにこの仕事をやろうみたいな感じでいくといいかなと思いました。はい、そして人間関係を見させてください。人間関係またね別動画で恋愛のことは特化してみますので、全体のね恋愛状況、恋愛の全体の人間関係を見させてください。カップ6、ジャスティス、鳳凰ということでとてもいいですね。とてもいいです。鳳凰2枚も出てきたので、やっぱり今とても精神的に信頼できる何か誰かがいるって感じです。それはもしかしたら団体かもしれないし、ある一つの思想なのかもしれないし、方法なのかもしれないし、人かもしれませんが、非常に信頼できる精神的なものをシェアし合える関係性っていうのがあるんだろうなって思います。それによって双子座の皆さんの気持ちはとても落ち着いてるし、余裕を持って自分は人に優しくできる、そして人との関係もいいバランスを持って関わっていけるって感じがしますよ。これまでになく人間関係は緩やかですね。優しい感じです。仕事に関してはキビキビって感じですけど、人間関係に関しては信頼感があるとかね、そんな感じでとてもいい感じなので、人とは恐れず関わっていってください。おそらく今の双子座さんが落ち着いてるんだと思うんですね。誰かと関わる時にとても豊かで余裕があって、人の気持ちも素直に受け入れるし、自分の感情も素直に出せるしっていう関係性なんだと思います。とてもやっぱりオラクルがやっぱりカップの9で想定外の喜び感じられるんですよっていうふうに言われているので、人を通す役割とかね、そういう義務とか任務とかだけじゃなく、人とのつながりの中でも十分その精神的な豊かさっていうのを感じられるんだと思いますね。はい、ちょっとそれを踏まえた上で最後にもう一枚オラクル引かせてください。双子座さんどうなのかな。双子座さん、はい、コネクションっていうカードが出ました。このカードを見て何かしらまた思うことがあれば、皆さんもね自分の直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。
いいですね。何とつながるんでしょうかね。パートナーシップとか、書いてるので、やっぱり人とのつながり非常にいいです。何かにね、本当コミットしてるっていうか、そこと関わる自分を許しますみたいなのとか、自分が積極的にそれと関わりますっていうふうに何か意図することによってとてもいいものが生まれてるっていう感じがするんですね。はい、ぜひ豊かな時間をお過ごしください。ということで、ここまでにしておきます。もし何かしたらよかったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ということで、またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。